響いてます。すごいよね、環境音が。これがねデッドリングするとだいぶ鈍い音になるんで、いいよいいよ。はい、どうもニコロです。しばらくジムに乗って、僕が一番やりたかったことなんですけど、これからねフルデッドニングをしようと思っていて、一応一通りこう車の中をデッドニングするという計画なんですけど、今日のところはねまずこのドアのデッドニングをやろうかなと思ってます。両ドアね。はい、というのもスピーカーをねちょっと安いやつを買ってつけたんですよね。カロッツェリアのスピーカー変えて思ったのが、どんなにいいスピーカーを使ってもやっぱりねドアの構造そのものを変えないと、理想の音には近づかないんじゃないかなと。僕そんなにね音にはうるさくない方なんですけど、それでもですねやっぱりこのジムニーの場合は低音域におけるそのビビリ音っていうのかながちょっとすごいんですよ。これはだからスピーカーを変えてもそう感じたし、なのでまずはその徹底してねいわゆるビビリ音をなくすっていうことと、そもそもデッドニングっていうのはそのビビリ音、あとはロードノイズだったりとか雨の音だったりとか、いろんなノイズを遮断しつつ、あとはね断熱も兼ねてというか振動を抑える静振、そして遮音、そして吸音で最後に断熱。ただねやっぱりこのデッドニングっていうのはやりだすとキリがないんですよね。オーディオの音質もそうなんですけど、良くなればなるほど細かいことにね気づくというか、細かいことがね気になってくるんですよね、やればやるほど。でエンドレスなんで、ある程度のところでねとどめないとっていうところもあり、なのでねとりあえず一般的なデッドニングをしようかなと。吸音材だったり遮音材なんていうのも結構ピンキリで、僕は一通りねこの安いもので成功していくつもりですけど、純正スピーカー外してリアにつけたんですよね僕ね。こんなにいいスピーカーではなかったんですけど、いわゆる4スピーカーなわけですよね今ね。4スピーカーにしたら劇的に音が変わりましたね。音の広がりもそうだし厚みというかね、ここだけねすごくいいスピーカーを変えるよりは、僕はもういわゆるリアにもねスピーカーをつけたりとか、完全なデッドニングを施すことによって得られる音質改善の方が高いんじゃないかなと、効果がね。この辺はもう安いのでいいと思うんですよね。なんで僕6000円のスピーカーつけたんですけど、ツイッターもね高音域の音を出すものなんでね、高音域っていうのはあれなんですよね、ちょっと邪魔するものがあるとそれでだいぶ音質が変わっちゃうんですけど、直接耳にダイレクトに来るようなポジションに置いた方がいいんですけど、まずはお試しでコアキシャルタイプっていうかツイッター一体型タイプをつけました。安いやつね。まずは今ね4スピーカーの状態ですね。4スピーカーの状態で同じ条件でデッドニングを施すことでどう変わったかっていうのをねちょっとね一応取っときたいと思います。全部ではないんですけどブーツをね用意しました。でこれがいわゆる静振材ですね。元となる静振材、これ46センチ ×5 メートルの分を買いました。これも一応フルデッドニング用に、これぐらい量が必要かなということで、一応一部切ったんですけどね、2メートル分ぐらいカットして、適当な大きさでねカットしてます。でこれがいわゆる断熱ですね。一応静音吸音効果もあるんですけど、基本断熱で使うやつ。これ厚さ 1mm のタイプなんですけど、5mm のタイプと 1mm のタイプ2本ね、合計3本使う予定です。多分余ると思うんですけどね。ドアモールを一応両ドア用、リアの方はまだいいかな。とりあえず前のドアね2つね。でこれアルミテープ、これについてきたやつ。これがウレタンフォームですね。波型の。これはスピーカー周りにつけようかなと、貼ろうかなと思ってます。これも吸音材なんですよね。でこれがレアシルトディフュージョンつってちょっとチョコレートみたいな形したものなんですけど、これはほんとスピーカーの裏側にね貼るタイプですね。これは中音域高音域の音質をちょっと向上させるためのものらしいんですけど、中古品が半額なんですよね。1000円なんで全然中古品だけどほぼ新品ですこれこれ半分に割って運転席側助手席側につけるタイプですね。吸音材ですね。どういう風に使い分けたらいいのかっていうのちょっと状況見ながら、僕的にはこの静振材を貼った後にこれを貼って、あとは適材適所貼り付けていこうかなと思ってます。ドーン、これねニードルフェルトね、これらを貼って、最終的に隙間をねこのニードルフェルトで埋めていくという。隙間をねできるだけなくした方がいいんですよ。なんでもう徹底してその辺をやっていこうかなと思ってます。あともう一個ね
エプトシーラーといってまた別のいわゆる吸音シートっていうのがあるんです。それ今日届くんで様子見ながらね適当に貼っていきたいと思います。これも波型なんですよね。でこれ裏にね糊がないんですよ。なんでこういったテープで貼っていこうかなと思ってます。汚い。はい、結構疲れるね。外側ですね。このサービスホールの外側でできるだけ貼れるところに貼ったという感じですかね。はい、今もその上から、吸音材ですね。吸音材をとことん敷き詰めたという感じですね。はい。なかなか大変でした。内張りの方も若干精神剤をつけて、はい、やるつもりです。それは後ほど。じゃあ続けます。でリアはリアシートを取ってフロアの部分ですね、床の部分とあとサイドね、リアスピーカー今設置してるんですけど、はい、その周りをデッドニングしようかなと思ってます。こんな感じですね。でこの部分ですね、両サイドの内張りを、剥がすのと、あとここですね、シートを外すという感じで後ろの方だけね、攻めてみたいと思います。まずここだな、ここ取って両サイド取ると、で前に回ってボルト外すと。
それだぞ。まあシート外しました。こんな感じです。次サイドのね内張りを剥がしていきたいと思います。はい、外し終わりました。いやー、これだけでもかなり重労働だな。はい、まずはね脱脂してスピーカー周りから攻めていこうかなと思います。精神剤ね貼りまくりました。こんな感じです。はい、疲れた。指がつりそう。一応この辺までね貼ってます。あとはねフロントやるときにやろうかなと思ってますけど、スピーカー周りまあいろいろと施してシートね敷ければいいななんて思ってますけど、このね辺りはやっぱり騒音の源だと思うんで、ロードノイズね。なのでここはちょっといわゆるシンサレーターってやつをね貼ろうかなと思ってます。気休めですけどね。詰めました、ね、吸音材、詰めて、その周辺もね結構隙間だらけなんで、この辺とかね、なので隙間はニードルフェルトかなんかをね詰め込もうかなと思ってます。結構疲れましたね。時間もかかったし、はい、もうニードルフェルト詰めるだけ詰めまくって、ここはですねちょっと5ミリ厚のマットを引いてって感じですね。はい、前の方はですねここまではい施しました。敷き詰めました。エプトシーラーを貼りまくりました。はい、で、内張りはですね、まあ、軽くこれはシンサレーターもともとついてたものなんで、精神だけねやってみました。まあ、どれぐらい厚みがあるかちょっと定かではないので、はい、そんな感じでちょっとはめていきたいと思います。ちょっとここね余裕があるのが分かったんで、ここを全部、エプトシーラーですかね貼って、はい、ここの底にもね、アルミシート5ミリのタイプですね入れてみました。これでじゃあつけてみたいと思います。まあ、リアはそんなに影響ないのかなっていうことで、まあ、サクッとやろうかなとは思ってるんですけど、将来的にですねドラレコをつける予定なんですよね。まだ何につけるか決めてないんですけど、その際にバックカメラをねここにつけたいんですよね。そうすると配線をねこの中に潜らせて、ここに来て、ここにちっちゃい穴が開いてるんですけど、穴を通してこっから、ここの蛇腹通して配線するという流れになるんですよね。結構複雑なんですよ。なので、まあ、この辺だけちょっとスペース開けれるようにしとかなきゃいけないので、そこだけちょっと意識して進めてみたいと思います。ここきついね。ここえぐれそうだな。降ってきたよ。やめようかな。でこれを剥がして、内張り剥がしてこうやってこう引っ張りながらやると結構綺麗に取れるんですよね。こう残ったブチルはこうやってブチルのお団子を作っていくイメージで
取っていくと。ここのオープナーというかこの可動部だけちょっと無理のない程度に、はい、ニードルフェルトを詰め込みました。はい、じゃあここからまた静芯剤ね一通り貼り終わりました。あとは内張りの内側をね若干静芯剤とね吸音材ちょっと貼って、アルミマットを敷いて、終了ですね。でこっち側は先ほども言ったようにいつも剥がせるようにねアルミテープだけで穴を塞いでます。ドラレコをつける時のための、スペースとして、ニードルフェルトはね今詰めまくってますけど、取れるんでねのり付けしてるわけではないので、はい、こんな感じで今度内張り攻めていきたいと思います。貼りました。割とねこの内張りの静芯剤って効くんですよ。じゃあこの上からアルミマット貼ります。1センチの厚さのものでちょっとね型取りに間違ったものがあったんでちょっとね継ぎはぎ感があってね汚いんですけど、リアなんでねこれぐらいでいいかななんて思ってます。これはどちらかというと、静音も兼ねてるんですが断熱ですね。よし完成。もう全然違うね。鈍い。響いてます。すごいよね。環境音が。これがねデッドリングするとだいぶ鈍い音になるんで。いいよいいよ。この辺はさすがに響きますけど、きりないんでね。はい、この辺でリアの方は終わりたいと思います。お疲れ様でした。